さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、もう熱々最高に美味しくて、冷めてもめちゃくちゃうまいフォンダンショコラ、こちらご紹介していきます。ぜひ最後まで見て作れるようになってください。ではやっていきましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。これまず端っこの方ですね、チョコレートと生クリーム、これでガナッシュを作るんですけど、ちょっと一部だけ卵を入れるので、こちらの生地の方に使う材料の方の卵を一部もらいます。で生地の材料は、卵、砂糖、無塩バター、アーモンドパウダー、薄力粉、チョコレート、これでフォンダンショコラ作っていきます。はい、じゃあフォンダンショコラの中のガナッシュクリームですね、作っていきたいと思います。これチョコレートの方に、測った生クリームですね、これを一度に加えてしまいます。冷たい状態です。で、ラップして、大体600ワットで30秒を、多分2、3回かけて、チョコレートを溶かしていきたいと思います。はい、これチョコレートに生クリーム入れて温めたやつですね。これホイッパーでしっかりなじませます。簡単に混ざるのでしっかり温めてください。で、これほんと生地の方に入れるやつなんですけど、こっちに卵をちょっとだけ入れるんですね。で、なんで入れるかっていうと、このガナッシュクリームを直接この後こう平らに固めて、出来上がった生地の真ん中に入れて焼くと、こう真ん中からこのクリームがとろっと出てくるレシピなんですけど、ここに一部だけちょっとだけ卵を入れてあげることによって、フォンダンショコラの真ん中にこのクリームがこうとどまるんですよ。それでこう生地に馴染むことなく、こうとろっと柔らかい感じで出てくれるので、今回卵を入れてます。これすごいポイントです。あんまり入れるレシピないと思うんですけど、今日はそのために卵を入れてやっていきます。ちょっとだけ入れるんですけど、一応測ります。で、卵卵黄と卵白があるんで、こうやって一応ちょっと混ぜて、ほんとね、ちょっとだけなんですよ。で、これをしっかり混ぜます。これをね、入れる入れないじゃもう全然違うので、皆さん入れてください。で、クリーム自体はこれで完成です。これをちょっと固めていきます。はい、これさっき作ったガナッシュクリームですね。これを、固めたいんですよ。で、皆さん多分こういろんな型とかないと思うんで、これバットにクリーム広げてもらって、だいたい1個 15g ぐらいをめどに後でこうちょっと切れ目を入れて、これを冷凍しておきたいんですね。で、今日使う型、フォンダンショコラの周りの型なんですけど、これを使うんですけど、僕らだいたいお店だったらこういうシリコンがあって、これで冷凍して取ってここに入れていくっていうやり方をやるんで、今日ちょっとそっちを紹介したいと思います。なのでこのクリームを一個一個に 15g 絞ってちょっと冷凍していきます。はい、じゃあこの後フォンダンショコラの生地作っていくんですけど、まずチョコレート、これをレンジで溶かしていきます。600ワット30秒で溶けるまで何回かやっていきます。はい、じゃあちょっと粉をふるっていきたいと思います。これ小麦粉ですね。小麦粉とアーモンドパウダー。ちょっとアーモンドパウダー用意するのハードル高いと思うんですけど、ワンランク上の味になるので、ここはちょっとなんとか入れてほしいですね。もう全然美味しくなります。これをしっかりふるって、ふるってる作業は粉を混ぜ合わせるっていう作業なので、この2つの粉が混ざってくれたら OK です。はい、これちょっとまだ完全には混ざりきってないので、ちょっと2、3回同じ作業を繰り返してふるっておいてください。はい、今チョコレートこれレンジで溶かしました。完全に溶けた状態ですね。温度だいたい40度ぐらいです。で、ここに常温のバター、これを入れます。で、常温にしてる理由は、冷たいバター入れちゃうとチョコ固まっちゃうんですね。なので、なるべく常温のバターを入れてください。これ入れちゃいます。で、チョコレートとバターは油同士なんで、これね、混ざんないように見えるんですけど、綺麗に混ざっていきます。最終的に。で、ここに卵とか粉とかを入れて作っていくっていうやり方です。で、バターが完全に溶けた状態のやつで作っていっちゃうと、フォンダンショコラの食感がちょっとね、こう油っぽい感じにできちゃいます。なので、これ些細なことなんですけど、溶けてない柔らかいバターを入れて混ぜ合わせていきます。これね、全然混ざってなくて心配なんですけど、この状態で砂糖を入れていっちゃいます。ですね。で、しっかり混ぜ合わせます。
はい、じゃあこの後ちょっとふるっておいた粉を加えていきます。その後卵を加えていきます。はい、じゃあ粉ですね、全部入れていっちゃいます。で、これをよく混ぜ合わせていきます。これ今ゴムベラでやってるんですけど、ホイッパー、泡立て器でももちろんいいです。ただ、泡立て器で思いっきりガチャ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 、空気を含んじゃうと、フォンダンショコラってこう結構、しっとりじとーっとした生地がすごい濃厚で美味しいので、なるべく空気を含ませないように混ぜ合わせます。そんな難しく考えなくていいです。もうこんなやっても全然いいんですけど、これでやっていきます。で、ちょっと卵の量が多いので、先粉を合わせるレシピにしてます。今、こんな状態ですね。ここに卵を加えていきます。はい、これさっきガナッシュクリーム作った残りのやつですね。ここに残りの卵を割ります。これさすがにここに卵を割り入れちゃうとちょっと混ざりづらいんで、こっちに入れて、あらかじめ溶いてあげた方が混ざりやすいと思います。適当に今入れました。これ混ぜたいだけなんで、全部入れてもいいんですけど混ざりづらいんで、少し分けて入れていきます。フードプロセッサーとかお持ちだったらフードプロセッサーで一気に入れてもできちゃうんで、どんどん混ぜ合わせていきます。はい、残り全部入れちゃいます。はい、これで生地は完成です。これをセルクルに絞って焼いていきます。はい、これ冷凍しといたガナッシュクリームですね。こういう風に 15g 取れたので、これを絞って使っていきます。はい、今日フォンダンショコラ焼くちょっと型の説明なんですけど、これオーブンレンジに入ってる板をひっくり返して、で、このシルパッドはなかったら、クッキングシートとかで大丈夫です。で、これセルクルっていうリングがあるんですけど、55センチじゃないですね。5.5 センチと 4.5 センチのサイズ。で、多分皆さんこんなの持ってないと思うんで、100円ショップとかに売ってる、マフィンカップとか、あと、お家にあるマグカップとかでも全然いいので、それを用意してください。で今日は、キッチンペーパーを切って、下の部分と、側面に入れて、ここに生地を絞って、さっきのガナッシュクリームを入れて、また生地を絞って焼くっていうのをやっていきたいと思います。はい、じゃあさっきできた生地なんですけど、常温でずっと置いといたやつですね。これを絞っていきたいと思います。で、このタイミングでオーブン170度に予熱をしといてください。この後焼いていきたいので、そうやってやっていきます。はい、ちょっと生地を今半分ぐらい絞って、で、固めておいたこのチョコレートですね。これを押し込みます。で、必ずセルクルを押さえて、指でこう真ん中にグッと押し込んでいきます。セルクルを押さえないと、下からこう生地ブワーって出ちゃうんで、必ず指で押さえてください。で、今日はこうやって、ガナッシュのクリームを入れるんですけど、人によっては生地だけで、半生みたいに焼いて、とろーって出すレシピもあります。僕の今回のやつは、このクリームの部分がちゃんと溶けて、とろっとするような感じで最後焼き上がるので、めちゃくちゃ美味しいですよ。冷めても美味しいし、熱々でも美味しいです。今ちょっとこれガナッシュですね。押し込んだんですけど、押し込んだ部分真ん中が、穴開いたみたいな状態になってます。で、ここにさらに生地を絞っていきます。冷凍のガナッシュを絞ることによって、しっかりこう真ん中にロックされるので、必ず真ん中に押し込んでください。これで生地でちょっと蓋していきます。でこのガナッシュを入れてやるレシピは、ちょっと冷めちゃった後にこうレンジでチンとかしても、本当にとろっと柔らかい状態で食べれるので、おすすめです。ガナッシュにお酒を入れても美味しいし、いろんなアレンジもできるんで、ぜひ皆さんやってみてください。はい、焼き上がりました。
さあ、最後までありがとうございます。ちょっとポイントのおさらいですね。ですね、生地なんですけど、バター溶かさずに柔らかい状態でこう混ぜ合わせたの、これ絶対やってください。それをやることによって、この滑らかな食感が作れるので、これすごい重要です。あと中に入れたガナッシュクリームですね。これ卵を少量入れたんですけど、これがあることによって、真ん中にちゃんとこう残ってとろけるようなフォンダンショコラができます。そしてガナッシュクリームは入れるとき、絶対冷凍したものを入れてください。冷凍したものを入れることによってこう真ん中にしっかり残って最後この完璧な焼き上がりができますので、必ずこれ守ってください。以上です。最後までありがとうございます。いつも見ていただいて本当にもう感謝で胸いっぱいです。ありがとうございます。ちょっと食べるの忘れてました。食べないと締めれないんで。やっぱりうまい。ぜひ皆さんやってみてください。また会えるの楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。